おはようございます。なごみけです。今回も皿洗いをしながらいろいろと喋るという動画を撮ってみようと思います。最近YouTube のコミュニティ投稿でこの皿洗い動画でちょっと喋ってほしいこととか、質問とか相談とかがあればぜひぜひ送ってくださいというようなところを募集をしたところ想像以上にいろいろといただきました。本当にありがとうございます。今回からそれを取り入れながらちょっと喋れればと思います。でそちらの募集に関しては引き続きぜひぜひいつでも受け付けているので、こちらの動画のコメント欄とか概要欄からぜひリンク飛んでみてください。いろいろと質問いただいた中でこれはちょっと最初に取り上げたいなと思った相談がありまして、今回そこから回答していきたいと思います。こんにちは。私はデザイン系の大学に通っているものです。私は自分の作品に対してなかなか自信を持つことができません。頭の中に理想のイメージはあるのですが、思うように形にできず、結局これでいいのかなと妥協して提出してしまうことが多いです。その結果、これは自分のデザインですと胸を張って言えず、完成させてもどこかモヤモヤした気持ちのままです。そこでお聞きしたいのですが、ご自身がデザインを仕上げるとき、どのくらいの完成度納得感で提出していますか？そして自分の作品に自信を持てるようになるにはどうすればいいと思いますか？悩みながらも手を動かしている日々なので、もしご自身の経験や考えがあればぜひ伺いたいです。ありがとうございます。いやーもうね、僕デザイン系の大学に通っているものですの時点でもう本当にすごいなとリスペクトしかないんですけれども、自分の経験とかあとこの動画周りでいろいろと感じていることを踏まえて、ご回答というかね、お話できればと思ってます。ちょっと皿洗おう。でこれ大前提なんですけど、あくまでこれ人にもちろんよると思うんですよね。かなりフィーリング的なところなので。ということでこれは本当にたかだか25歳の一人の一般男性が考えていることとか感じていることみたいなのを本当に前提にしておいていただければと思います。そう、最近25歳になったんですよ。おめでとうございます。ありがとうございます。すっかりアラサーデビューですね。これ何個か問いとしてあると思っていて、まず一つ目がその提出の際にどれくらいの完成度納得感で提出しているかっていうところだと思うんですね。でこの完成度と納得感ってこの2つ絶妙に違う感じが僕はあるんですよ。僕の感覚ではざっくりいいものを作った感みたいなのを分解すると完成度と納得感になるのかなと。他にもいろいろ要素はあると思うんですけど、この2つの関係性ってこれらを掛け合わせるといいものを作った感じみたいになるのかなと思っていて、でこの完成度と納得感について僕の結論は、完成度は場合によるかなと。で納得感はもう 100% ないとダメだなと思っています。まずこの納得感の方について話したいんですけど、これについてね、僕の経験談というか後悔を一つ実例でお話しします。前職で僕はデザイナーでありながらマーケターみたいな仕事をしてました。ちょっと説明が難しいんですけど、である日会社の同僚からこれをちょっとデザインしてほしいんだというようなオーダーというか依頼が来まして、期限はもう明日か明後日みたいなそんぐらいの感じだったんですよ。で聞いてると1日でできなくもないかなという感じだったんですけど、そもそもこういった依頼をしてくれるだけで嬉しいじゃないですか。なので引き受けたんです。で実際作ってこれでいいかなみたいな7,8 割くらいの納得感で出したんですよ。もうちょっと時間もなかったので。したらね、もう本当に後悔しかなくて、正直このデザインも自分では今恥ずかしくて見返せないんですよ。後で振り返ればもう自分がデザインしたってバレたくないみたいなものになっちゃったんですよね。たまにこれを思い出してはもう頭の中でってなってるって感じ。黒歴史ですね。この経験以降僕は自分の名前を載せられるなというふうに思ったもの以外は出さないというふうに決めましたし、納得感出せるぐらい作り込む時間がないっていうようなものに関してはちゃんともう断ったり、あとは何かしら交渉したりするようにしました。なので僕は納得感は 100% いくまで出さないですね。大抵作り終わった瞬間はおっしゃーってできたっていう納得感120くらいになってるんですけど、一晩経ってみると化けの皮が剥がれるというか、あれ全然60ぐらいじゃんみたいなの分かるんですよね。だから結局時間が必要なんですよ。こういう寝かせる時間も僕にとっては大事だなと思っています。でこれが納得感の話ですね。 100% を目指す。一方で完成度に関しては場合によると言ったんですが、もっと言う
いうと相手によるが正しいかもしれないです。わかりやすいのは仕事ですよね。もう基本的には求められているスピード感とクオリティによるのかなと思っています。近い例として参考になるようなノートを貼っておきたいと思います。概要欄とか見ていただければと思うんですが、スキルについて言うとプロフェッショナルを100点の存在だとすると、だいたい2割くらいの時間で80点ラインには到達するんですよね。一方で残りの20点を極めるにはあと8割ぐらいの時間が必要になるっていうような話があるんです。これって一つ一つのアウトプットとか作品、仕事とかにも言えると思っていて、2割くらいの時間で8割のクオリティには到達するんですよね。さらに8割の時間をかけると残り2割のクオリティが上がってくるみたいな。なのでこれってもう仕事の相手がどのラインを求めているのかっていうのをちゃんと把握しておくことが大事かなと思ってます。もうパッパと作ってとにかく出すっていうのが大事なのか、じっくり時間をかけて100点に限りなく近づけるのが大事なのか、もしくはもっと例えば別の目的、ツイッターでバズらせるとか、あとそこに写ってる商品を買わせるみたいな目的があるなら、それをちゃんと達成できるかどうかとか、相手が本当に何を求めてるかですよね。締め切り守れないことよりもクオリティ妥協されることの方が困るなのか、絶対に過ぎちゃいけない期日があってこれ過ぎたら意味ないなのか、向き不向きもあるけど使い分けられるような人間になりたいなと僕は思っています。これ仕事なら今みたいに相手が分かりやすいんですけど、自分個人の何か作品とかなのであれば、この作品を見る人、もう直接的な相手になるわけですよね。その人にどう見られたいか、見られるのかっていうのを考えたいですよね。スピード高い人なのか、クオリティ高い人なのか、お金稼げる人なのか、最初に話した僕の後悔みたいに一つ一つのアウトプットが自分の名刺代わりになるということを踏まえると、どういう風に作っていくべきかっていうのが、見えてくるのかなと思います。もちろん大前提として、自分ができることというか天井をね上げ続けていく必要はあると思ってます。自分にとっての100点が何なのか、そのクオリティを上げれば当然80点のクオリティも上がりますよねっていう風に考えて、日々勉強、日々練習ですね。今のが完成度納得感をどこまで持っていくかっていう話だと思うんですけど、このコメントの文脈を察すると、どっちかっていうと課題となってるのは思うように形にできないっていう部分なのかなというふうにも感じました。でこれってつまり完成度100とか納得感100っていうのが自分の中で何なのかあんまりよく分かっていない状態だと思うんです。でこれは正直自分も分からなくはないですね。特に仕事の場合、相手に期待しているラインがあるわけで、そこを掴みかねて思ってたのと違うみたいなことを感じ取られる場面はあります。すれ違ってたなみたいなね。でそういった天井というかね、100に当たる部分を相手が握っていて思うように形にできないなっていう場合ってもうひたすら渡していくしかないんですよね。もう出して出して出してもう叩いてもらうみたいなね。これってもう正直経験の年数とかそういう部分も絡んでくる話なので、どうしても人に勝てない部分みたいなのは出てくるし、相手のニーズを汲み取りきれない部分とかも全然あると思うんです。だからもう素直にフィードバックを聞く。それで納得できる部分、要はもう自分が言い返したり反応したりできないなっていう部分は本当に素直に真摯に対応して、逆にこれ納得できないというか自分に反論の余地があるなって思う部分はちゃんと納得するまで話し合う。これ全然喧嘩とかじゃなくてですよ、ただひたすらにやり取りを重ねて期待のレベルまで上げていくしかないっていう話ですよね。本当にもう僕も今もこういうことをずっとやっているんですよ。多分ね、若さに免じて許してもらってるっていうところは多々あります。だから多少はそこに甘えつつ若いうちに着実に相手の期待に応えられるようになっておこうというような感覚は一定持っています。頑張ります。でこれは天井を相手が握っている場合の話ですよね。で仕事とかの話なんですけど、天井を自分が握っている、自分で自分が思っているように形にできないってなると、これって単純にインプットが足りてないみたいな話なのかなと。要は引き出しですよね。もう作るって結局は自分が持ってる引き出しの中で
こうどれを引き出すか、どれを使うかとか、あとどれを組み合わせるかとか、そういう話じゃないですか。なので引き出しの数が少ないとこれがベストだって言い切れる可能性が減るんですよね。もうそうなると結局自分がいいと思うものをひたすら見たり触れたりするしかないっていうことになるかなとは思います。でここで大事なのって世間的なこういいとされてるものじゃなくて、自分がいいと思うものの引き出しとかを増やしていくっていうことなのかなと思っていて、あくまで自分の気持ちに従う、なんかこうリサーチとか流行を追うみたいなのはもう全然別の話なので後でいいと思います。僕の場合は割となんかある一定のタイミングでこれがベストだって毎回なんか思える時があるんですよね。僕は引き出し云々じゃなくて単に自信があるだけなのかなとも思ってます。でとなるとこれはまた次の話になるわけですよ。それが今回コメントでいただいた質問2つ目ですよね。自分の作品に自信を持つにはどうするかという話。僕の場合メインは YouTube の動画なので YouTube について喋ると自分の動画に自信があるともちょっと違うんですよ。自分に自信があるんですよね。本当に謎の自信、何でもできそうみたいな謎の自信がちょっと怖いくらいにはあって、だからさっきみたいになんかこれがベストじゃんって言ってなんかこう思い切って出せちゃうんですよ。チャンネルとしてもなんかこういろいろ方針転換を僕のチャンネルは多分繰り返しているある種ドキュメンタリーみたいなチャンネルになってるんですけど、それもなんか別に過去の動画を否定するとか肯定するみたいな感覚は全くなくて、なんか自分がまた進化したんだわみたいなメンタルなんですね。当然こういう自信過剰な人ってたまに大ミスするんですよ。もうとんでもないミスをするんですけど、でもその時にもやっぱりなんか自分の謎の自信がこうひょっと出てきて、なんかまた弱点が減ったわみたいなねそういう感覚になるんです。この自己肯定感を学べ真似ろみたいなのはちょっとね、良くないと思っている。生まれつきというか結構昔からの特性だと思うので、なんか一朝一夕でどうにかなるもんじゃないと思うんです。だからこそじゃあ自己肯定感が低い人、自分とか自分の作品に自信が持ちにくい人がどうするべきかっていうと、もうやっぱこれもねいろんな人に見てもらってひたすら褒めてもらうしかないと思うんです。そのために少なくともそういったこう褒めとかなんかフィードバックみたいなのを受け入れる素直さっていうのは必要ですよね。全然自己肯定感が低いことは悪いことじゃないと思うから、せめてそれを褒めを受け取る素直さだけは自前で用意してくれよって感じ。逆に自分の場合は自己肯定感が謎に高いせいで人に褒められてもなんか素直にさっと喜べないんですよね。素直さがないんですよ。年上の方々にも本当に可愛くないとよく言われます。褒められるともちろん嬉しいんだけど、なんかあざっすみたいな照れてるわけじゃないんですよ。なんかみたいなこう感情が動いてない感じ。嬉しいんですよ。嬉しいんですけど、これでもし自己肯定感すら低かったらもうなんか誰も自分を肯定してくれないじゃないですか。だから、自己肯定感か、それ低くてもせめて素直さは持っておくと良いのかなと思います。で、人に褒めてもらうって僕の場合は仕事だったり、あと自分の YouTube っていうのは基本常に人の目に触れるわけですよね。だから皆さんのコメントにも本当に助けられているなと思いますし、仕事をしていて南幕のこれ良かったねみたいなのを言われるのはすごく僕としてもやりがいがあったなと思ってます。なかなかそういう関係性を自分の作品で生み出すのって結構大変なことだとは思うので、そしたらもう友達とかから始めてみるのが一番いいのかなと思います。友達とかと本当にもう作品というか作ったものを見せ合っても素直に褒め合うだけでも全然いいんです。でこの時はちゃんとお互い素で話すというかね、なんかこう適当になんかいいねじゃなくて、ここ好きだねみたいなのをもうしっかり素で話し合う、素直に褒め合う。こう褒めを安売りすると信用が下がるだけなので、ちゃんと本当にいいなって思ったものについていいって言うというね。そんなわけです。結構長く喋っちゃいましたね。ちょっとまとめると、一つ目は完成度納得感をどこまで持っていくかの話。これはちゃんと相手みたいなものをこう設定して、そこに対する期待を超えられるまで頑張る。であと自分の名がついて恥にならないものを出す。もうこれにつきますよね。でその大元である自分の自信みたいな話については、もう自己肯定感もしくは素直さ、もうこの2つだけ、どっちかがあれば乗り切れます。要は特効薬なんてないんですよ、本当に。今バーッと結論並べて思いましたけど、やっぱ人と話すってことですよね。
もういろんな人と話しましょう。結局もうそこなんです。全部そこです。最近この皿洗いで話してることも話していないこともそうなんですけど、あらゆるものの結論が書を捨てよ、街へ出ようになりがちなんですよね。なんかこうマッチョ感あるけど、でももうしょうがないんです。やっぱスマホでなんか見るよりも本で見た方が純度は高いし、本でなんか読むよりも街に出て自分の目で見て触る方がやっぱ感動が大きいですよね。生で見て感じましょうと、人と話して喜怒哀楽作りましょうみたいな、そういうことなんですね。なんか回答になっているのかなっていないのかわからないですが、僕のスタンスや僕なりの回答はこんな感じです。今後もこんな感じでちょっといろんな質問とか相談に答えられればと思いますので、ぜひ概要欄コメント欄から募集しております。待ってます。このチャンネルでは他にもいつもはもうちょっと役に立つようなライフスタイル関連の動画を様々上げていますので、ぜひチェックしてみてください。また皿洗い動画に関しては過去にも何個か動画を作っているので、ぜひこういった自己啓発系っぽい動画が好きであれば、ラジオ感覚でお聞きください。ということで今日はこの辺で以上、なごみけでした。では。